はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーター、ミフ×ロッシが超強いということで解説していきます。皆さんはミフを引きましたか？僕はミフを引いてから探索でも周回ステージでも使い続けてるんですけど、めちゃくちゃ強いですよね。中でもロッシュと組み合わせた時のパワーがとんでもないです。ロッシュを軸にしても強いし、ミフを軸にしても強い。なんなら次に実装するカミーユを採用することで完成しそうなポテンシャルも感じます。ということで今回はミフとロッシュを組み合わせたパーティー紹介、性能のおさらい、おすすめ装備、ローテーションなど分かりやすく解説していきます。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。ミフの戦技は最大3段まで派生できます。1段目が敵を引き寄せ、2段目で猛撃、3段目は2段目で消費したクラッシュが3段以上なら派生可能で高い猛撃ダメージを与えます。基本的に3段まで打たないともったいないので、ミフで猛撃を発動するときはクラッシュ3段以上で発動するのが必須になります。連携技は敵のクラッシュ段数が3になった時に発動可能。物理ダメージを与え、物理脆弱を付与。さらに素質効果でミフ自身にシールドを付与します。シールドが付与されているミフは中段抵抗を獲得できるんで、敵の攻撃にひるまず無理やり戦技をねじ込むみたいなことができます。そしてこの連携技を発動した後は戦技の2段目に派生できます。連携技の発動条件がクラッシュ3、戦技の3段目は派生条件がクラッシュ3の消費なので、連携技、戦技2段目、3段目とスムーズにコンボすることができます。最後に必殺技。必殺技を発動すると敵を強制的に浮遊させ、戦技の2段目に派生可能です。連携技と必殺技は戦技の2段目をスムーズにつなげるコンボパーツのようなものなんですよね。連携技で物理脆弱を付与してから必殺技、戦技の2段目3段目という流れでも強いですし、連携技と必殺技を逆にすることでも戦技につながります。どうつなげても強いです。続いてロッシ。ロッシが戦技を発動すると物理ダメージを与え、浮遊を付与します。この時敵がクラッシュ状態の場合、追加で灼熱ダメージを与え、目標に染まる爪痕を付与します。この染まる爪痕を付与された敵は一定時間持続的に物理ダメージを受け、さらに受ける物理ダメージと灼熱ダメージが上昇します。連携技は敵がクラッシュかつアーツ付着状態の時に発動可能で、2回連続で発動可能。1回目はシンプルな物理ダメージ、2回目は敵のアーツ付着を全て消費し浮遊効果を付与します。さらにロッシ自身の会心率と会心ダメージが上昇します。で、この2回目の連携技には目押し要素がありまして、目押しを成功させると完璧連携に変化、追加でクラッシュを1段階付与します。一気にクラッシュを2段階付与できる連携技ですごく優秀です。特化3まで育成すると会心率が 25%、会心ダメージが 50% も上昇するんで、育成優先度は高め。必殺技を発動するとマントを操り灼熱ダメージを複数回与えます。とどめの斬撃では高い灼熱ダメージを与えると同時に灼熱付着を付与します。特化3まで育成するとなんと総ダメージ倍率が 1600% にもなり、さらに会心が発生するとプラス 60% されます。とてつもないダメージになるんで積極的に育成していきましょう。それではミフとロッシュの装備を見ていきましょう。まずミフの装備はこんな感じ。ミフは新装備の旧砲3セット、アクセサリーに鉱山点検定位ビーコンがおすすめ。新装備の旧砲セットは3セット効果で攻撃力プラス 8%、敵に猛撃か破砕を与えるとき消費する最大クラッシュ弾数に応じて20秒間自身の物理ダメージが上昇。この時
敵が物理脆弱、ブレイク、オリジニウム結晶が付与されている場合、ダメージアップ効果が 1.5 倍になります。能力値も筋力と意志で噛み合ってますし、付属効果でアーツ強度をがっつりと盛れます。ミフは連携技で物理脆弱を付与してから戦技の猛撃でダメージを出すんでドンピシャの装備です。もう一つの選択肢としては鉱山点検3セットプラス胴体に50式王竜重防具がおすすめ。新装備のレシピを取る前にミフを使いたいという人向けです。鉱山点検の3セット効果でブレイク効率が上がりますし、各部位でアーツ強度をがっつりと盛れるんで猛撃でダメージを出したいミフに噛み合ってます。武器はモチーフ武器の石英が最適。時点で通行証武器のファントムペイン。時点で星6武器の鏡。この辺りから選択していきましょう。ダパンとかキャッチャーとか物理属性の体験持ちが多いからなのか代用できる武器が豊富です。それゆえにモチーフ武器の性能が飛び抜けてます。ミフはメインアタッカーなのでできればモチーフ武器は持っていたいです。続いてロッシュの装備。ロッシュは MI 警備3セット、腕に旧国プロテクターがおすすめ。3セット効果で会心率プラス 5%、 自身が会心ダメージを与えると5秒間攻撃力プラス 5%、 この効果は5回まで重ね掛け可能。さらにこの重ね掛け回数が最大回数に達した場合、追加で会心率プラス 5% されます。ロッシュは会心率が大事なオペレーターなんで、基本的に MI 警備3セットは固定かなと思います。ロッシュでがっつりとダメージを出したいならこの装備がおすすめです。時点で MI 警備3セットプラス胴体を50式王竜重防具2にしてます。こちらは上の装備より火力が落ちるんですけど、胴体を50式王竜にすることで連携技のダメージが伸びます。ロッシュをクラッシュ付与係として使うなら選択肢に上がりますね。今回だとミフを軸にするパーティーならこっちでもいいかも。武器はモチーフ武器の浪費が最適。時点で通行証武器の栄光の記憶。どちらも強力な武器なんですけど、ロッシュを操作オペレーターにするならモチーフ一択になりますかね。モチーフ武器の浪費は会心ダメージを与えるたびに物理と灼熱ダメージが上昇するんですけど、最大16段階まで重ねることができます。この効果をしっかりと発動させるために通常攻撃を振りたいので、モチーフ武器を装備させるならロッシュを操作オペレーターにするようにしましょう。栄光の記憶も凸が進んでればしっかりと必殺ダメージが上がりますんで、もしモチーフ武器を引いてない方は凸を重ねましょう。それではミフとロッシュで組めるパーティーを見ていきましょう。まずはロッシュを軸にしてミフをクラッシュ消費係として使うパーティー。ミフ、ロッシュ、ギルベルタ、ペリカです。ギルベルタの戦技や連携技でロッシュの完璧連携を起動させて、さらにロッシュの染まる爪痕で物理と灼熱ダメージアップ。重ねたクラッシュをミフの猛撃で消費しながらダメージを出して、ここぞというところでアーツ脆弱をがっつり乗せたロッシュの必殺技で瞬殺します。先方オペレーターがいないんで SP 周りはカツカツですが、短期ボス戦などで活躍します。それではローテーションを見ていきます。開幕ギルベルタの戦技で自然付着、重攻撃を当ててペリカで感電、ギルベルタの連携技でクラッシュ付与。これで完璧連携を発動できます。これでクラッシュ3。ロッシュの戦技で染まる爪痕プラスクラッシュ4。ミフの連携技で物理脆弱からのミフの戦技2段目3段目とつなげてダメージを出します。ここまでが1サイクル。ミフの戦技は消費 SP が少ないんでなんとか SP は足りると思います。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきましょう。まずギルベルタの戦技で自然付着、ミフの必殺技でクラッシュ1、ロッシュの完璧連携でクラッシュ3、ロッシュの戦技で染まる爪痕プラスクラッシュ4、ミフの連携技で物理脆弱、
このローテーション中に重攻撃を当ててペリカの連携技で感電。あとはクラッシュを消費する前にギルベルタの必殺技でアーツ脆弱。全ての必殺技をぶっ破していきます。これでロダン君は灰すら残らないですね。瞬殺です。続いてミフを軸として使うパーティー。ロッシはクラッシュを付与してあげる係です。ミフ、ロッシ、ポグラニチニク、アケクリですね。先方オペレーターを2体採用することで何も気にせず戦技を打てるようになりますし、それゆえに長期戦に向いてます。ちなみにこのパーティーはカミーユが実装することで完成します。アケクリの枠をカミーユに変更する形ですね。戦技で灼熱付着、連携技や必殺技で SP 回復というのはアケクリと変わらないんですが、カミーユはリンク状態を重ねることができたり、強化された連携技を打てたり、灼熱脆弱を付与することもできるんで、かなり強いと思います。カミーユなしならロッシュはクラッシュを付与する係なんですけど、カミーユを採用するならリンク状態や灼熱脆弱を有効活用してロッシュでもがっつりと火力を出すことができます。で、まだ実装してないんでわからないんですが、カミーユの SP 回復が過剰になるならポクラニチニクを抜いてエンバーを採用します。そうすれば高難易度ステージでも活躍するパーティーに早変わりです。まずこのパーティーを使ってみて、使用感が良かったらカミーユを引く、そんな計画を立ててもいいかも。それではローテーションを見ていきます。まずアケクリの戦技で灼熱付着、ロッシュの戦技でクラッシュ付与。これで完璧連携を発動できるんでクラッシュ3。ミフの連携技で物理脆弱付与。そのまま戦技を2段目3段目とつなげてダメージを出します。ここまでが1サイクル。この後はポグラニチニクの連携技で SP を回復したり、敵がブレイクすればアケクリの連携技で SP を回復したりと、しっかりと立て直すことができます。いやー、ミフの戦技3段目すごいよね。迫力めちゃくちゃあるよね。使ってて楽しいっていうのもやっぱポイント高いよね。ミフは引いた方がいいんじゃないかなって個人的には思います。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきましょう。アケクリの戦技で灼熱付着、ポグラニチニクの必殺技で縦兵召喚、ロッシュの戦技でクラッシュ付与、その後完璧連携でクラッシュ3、その後アケクリの必殺技で SP 回復プラスリンク状態。このリンク状態をロッシュの必殺技で消費します。あとはミフの必殺技でクラッシュ4、その後ミフの戦技をつなげて猛撃。こんな感じです。別にこの順番通りじゃなくてもいいんですけど、クラッシュを付与する前にポグラニチニクの必殺技を発動しておくこと、あとはアケクリのリンク状態をロッシュの必殺技で消費すること、これさえ覚えておけば大丈夫です。いかがだったでしょうか。今回はミフとロッシュを組み合わせたパーティー解説でした。現在開催されているミフのスカウトでロッシュを手に入れることもできますし、次に実装されるカミーユとも相性がいいんでね、ミフ、ロッシー、カミーユ、全てのオペレーターが欲しいですね。なかなかしんどい状況ですが、ミフとロッシュを持ってる人はカミーユまで引くことをお勧めします。皆さんは今回紹介したパーティーに関してどう思いましたか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。